今回紹介させていただくのはメゾンマルジェラのジャーマントレーナーレプリカです。1998年に初めて発表されて以来、シーズンごとに素材やカラーバリエーションでマイナーチェンジを重ねながらリリースされ続けている定番アイテムになります。ジャーマントレーナーというと、1970年代から80年代に西ドイツ軍がトレーニングシューズとして使用していたスニーカーで、各社から様々なジャーマントレーナーがリリースされていますが、数あるジャーマントレーナーの中でフラッグシップモデルとして知られるのがこちらのマルジェラのレプリカになります。高品質なラムスキンとカーフスプリットレザーを贅沢に使用した一足で、質感のコントラストが美しく、端部分についたカレンダータグ、かかとに入ったステッチマークといったマルジェラらしいディテールは、今ではもはや匿名性と真逆の存在感で、これがマルジェラのアイテムであることを物語ります。しかしベースとなるジャーマントレーナーというアイテムの出自や色味も相まってか、俗に言うブランド物っぽいいやらしさや厚かましさが全くなく、むしろどんなスタイリングに掛け合わせても綺麗にゼロになるような独特の空気感が非常に使いやすい一足になります。靴紐は最初からシングルで結ばれたフォーマルかつ緩めやすい仕様で、実はスニーカー内にゴムバンドが入っているため、スリッポンのように履ける扱いやすい一足です。そしてソールはバルカナイズ製法で付けられたゴムソール。自分のものはもうかれこれ4年以上履いていますが、それでもこの程度の減りでかなり丈夫な印象です。ポリウレタンなどは使われていないラバーソールになりますので、加水分解しにくく長く使えそうなところも気に入っています。インソールにはレプリカのタグが貼られていて、ジャーマントレーナーの素材や出自について記載されています。来歴がドイツではなくオーストリアになっているのは、1970年代当時、ドイツ軍のスニーカーがプーマやアディダスの工場で製作されていて、60年代後半から70年代にかけては、とりわけプーマが所有していたオーストリアの工場で作られていたことを忠実に記載しているそうです。ちなみにこのレプリカというのは、1994年にマルジェラが考案したレプリカコレクションのことで、様々な年代のアイコン的な服を各シーズンのカプセルコレクションとして再現したユニークなコンセプトになります。それぞれのアイテムにはスタイルや生産国、年代を示したラベルが付けられているのですが、こちらのジャーマントレーナーにレプリカという名前が付けられるに至る一つの物語を紹介していきます。遡ること1994年、ジャーマントレーナーという型は生産が終了となり廃盤となりました。本物のドイツ軍用のシューズだったこともあり、作り終えた工場の機材や素材などは軍によって処分されるわけなのですが、どういうわけか工場から軍に引き渡される前に機材一式を購入した人物がいました。それが田中製紙。1942年に創業した日本のシューズメーカー、田中ユニバーサルの創業者です。彼は当時ルーデックライターの仕事で東欧を中心とした各国に出向き、ミリタリーデザインの研究をしていました。研究に没頭する中で、いつしか内戦国の戦地にまで入ってしまった彼は、エキセントリックな日本のデザイナーが戦場に迷い込んだということで軍隊に保護され、軍隊関係者しか入れないような場所で古い資料を読んでいたのだとか。そしてその頃、ミリタリーシューズの製造委託が終わったある工場が倒産するという情報を聞いた彼は、ルーデックライターのティルライター氏やスロバキア工場などの協力のもと、その工場から機材一式を買い上げました。これが世界で残された唯一のオリジナルの機材で、それをもとに当時の木型やソール、素材を忠実に再現し、田中ユニバーサルが世界で初めてジャーマントレーナーを復刻させます。そしてこれを気に入ったのがデザイナーのマルタン・マルジェラでした。マルジェラは田中ユニバーサルがパリの展示会で発表したジャーマントレーナーをとても気に入り、自分たちのジャーマントレーナーを作ってほしいと生産を依頼しました。すると
田中ユニバーサルはなんと自由に使っていいと回答。このことに感銘を受けたマルジェラはオリジナルデザインへの敬意を込めて、自分たちが作るものはあくまで複製品に過ぎないとして、このシューズにレプリカと名付けたのだといいます。レプリカコレクションで現在定番でリリースされているのはこのジャーマントレーナーとフレグランスのみであり、公式から決して断言されることはありませんが、これがレプリカコレクションの起源であり、そのものと言っても過言ではないのかもしれません。そんなマルジェラのレプリカ、かなり値段はしますが、とにかく使いやすく、歴史的な裏付けも十分な、間違いない一足です。ご視聴くださり、誠にありがとうございました。